ブリをたっぷり使ってこんな寒い日のぴったりのブリのピリ辛生姜みぞれ鍋という鍋を作っていきたいと思います。ベースは非常に素朴で、お水とガラスープとお酒と醤油と赤唐辛子だけなので、食材がスープを完成させるっていう感じになるんですかね。うまい。うまい。魚の嫌な感じは一切しないですよね。表面の香ばしさから入って噛むとブリの脂が口の中に広がる。この時期いいんじゃないですかね。いや皆さんまだまだ寒いですね。1月も半ばに入りましたけれども、今時分ブリがたくさん水揚げ全国各地いろんなところでされていると思われます。そのブリをたっぷり使ってこんな寒い日のぴったりのブリのピリ辛生姜みぞれ鍋という鍋を作っていきたいと思います。 T シャツで寒がるのはもう突っ込むのも嫌だなっていうぐらい違和感が。早速やっていきましょう。じゃあ材料です。まずブリですね。350から 400g なんで結構切り身としては多いと思いますね。今日切り身が5個で、えのき、絹ごし豆腐、それから大根おろし、生姜、青ネギ、ごまで、ベースのスープですね。水、醤油、酒、鶏ガラスープの素、赤唐辛子でごま油で炒めていきます。食材を。じゃあ早速作っていきます。まずブリですね。ブリを、骨あるんですけど骨ごとちょっと断ち切っちゃう感じかな。で一口サイズぐらいに最近ね天然のブリももちろんあるんですけど養殖ブリがすごい多いですからね。この時期ほぼ確実に出回ると思いますね。そしたらブリに塩しておきます。全体にパラッと。で塩したらこのままちょっと水分浮いてくるのを待ちます。ではブリの水分が浮いてくる間にえのきの石突きのとこですね。ギリギリのとこで落としてこういう感じかな。このぐらいのサイズに切り分けていく。そしたら具材としてねしっかり食べれるので。はい。でえのきを火にかけて表面焼いていきます。ごま油温まったらえのき焼いていきます。ちょっとえのきってかわいそうな存在ですよね。そうなの？ちょっと舐められがちじゃないですか、えのきって。ああ、主役じゃないか。そうでもね素晴らしいバイプレイヤーなわけですよ。でもね改めてやっぱ丁寧に火入れすると美味しいですよね。こういう焼き目ね。こういう焼き目。全体にこういう焼き目をあえてつける。なんでしょうね。えのきの魅力って安さもありますよね。安いですね。安いからちょっと舐められる可能性もあるなと。こういう感じかな。両面こういう焼き色ですね。で火止めて一回えのき取り出します。香りがいいですよね。ブリの水気を拭いていきます。ブリも同じように表面焼いていきます。ごま油火つけてブリもあれですね、えのきと同じように割としっかりと焼き目つけてですね。ブリはやっぱ油が多い魚なので自分の油が自分に回っちゃうんですよね。フライパンでやるとやっぱブリの匂いが自分に移るって言ったらねちょっとおかしな言い方かもしれないけど、で網とかでやると油が落ちるじゃないですか。
そうするとその臭さっていうのはないんですけど、で今日はこの後煮るのでその心配はないですね。でこの後火入れしたらやっぱり煮崩れしやすいので、ちょっと取り扱い注意ですね。こんぐらいかな、焼き色。ここで完全に火入れしなくても大丈夫ですからね。表面に焼き色をつけることが目的。全体にこの焼き色がついたら取り出していきます。ではお鍋をセットしてベースを作っていきます。まずここにお水、ベースガラスープになりますからね。で火かけます。でこの間に生姜を吸いましょう。生姜は本当に温まりますね、体が。よく千切りの生姜を本当に真冬寒い時お湯割りで飲みますよ。で沸いてきましたね。沸いてきたらここにお酒、ガラスープ、ガラスープ溶けたのを確認してお醤油で赤唐辛子割と多めで再度沸騰を待ちます。で豆腐もちょっと切っときますかね。で沸いてきたところで具材を入れます。豆腐で主役のブリですね。このブリの脂がねまた浮いてくるわけですよ。それがね美味しいですね。えのき、そしたらここに大根おろしですね。大根おろしたっぷり入れます。絞ります。ちょっとほぐしながらセンターポジションでおろし生姜もセンターポジションで溶かし込みながら一緒に具材として食べるって感じですかね。で最後にネギ散らして追いごま、はい完成です。まずスープですかね。えのきの香りとあとぶりの脂がね出てきてて非常に奥深い味になってますね。ベースは非常に素朴でお水とガラスープとお酒と醤油と赤唐辛子だけなので、やっぱ食材がスープを完成させるっていう感じの鍋ですかね。えのき、このジャキジャキ感ね、ぶり、うまい。うまい。やっぱ焼いてるからね、なんかいわゆる魚の嫌な感じは一切しないですよね。表面の香ばしさから入って噛むとぶりの脂が口の中に広がる。この時期いいんじゃないですかね。この寒い時期にぜひ生姜みぞれ鍋で温まってください。ごちそうさまでした。